こんにちは、ソモです。今日はですね、2回目の映像なんですけど、ドイツ語に関して話したいなって思ってます。私は日本で留学して、カナダに住んでた経験もあるので、いつも言語を勉強するのはもう日常の中で一部になったんですけど、なんかドイツに来てドイツ語を勉強するのは結構難しいなって思って、でそれってやっぱ理由があるんですが、日本に住んでた時を考えてみれば、なんで日本語はそこまで難しくなかったのに、学ぶのにそこまで難しくなかったのに、なんでドイツ語はこんなに難しいんだろうなって思ったら、日本に始めていた時で、私学校に通ってるんですけど、学校の人もそうだったし、もうみんなが、英語があんまりできなかったんです、日本で。で、それで私が例えば、英語でここをどうやっていけるんですかって聞いても、日本語で返事を貸してくれたり、やっぱ日本語わかんないと全然日常生活ができないぐらい英語が通じなかったんです。それは多分今もそうだと思うんですけど、やっぱ日本は日本語が中心で、英語をあんまり使わない人が結構多いと思うんです。やっぱ若い人はちょっと違うかもしれないんですけど、普通の人たちは日本語でみんな返事返してくれたり、で、私が全然日本語できないと、もう買い物もできないし、いろんな不便なところがいっぱいあったので、それで、一生懸命勉強したことがあるんですけど、ドイツはみんな英語ができるんです。みんな英語がすごく上手くって、ドイツ語をちょっと勉強したいなって思って、練習したいなと思って、で、スーパーとかで行って、ドイツ語でちょっと、これどうですか？これいくらですか？って聞いたら、ドイツ人は、この人が外人だなって思ったら、英語で返事してくれるんです。チャンスが少なくなる。で、やっぱみんな英語ができるので、私も英語ができるので、自分がちょっと楽に話せる言葉にも喋るんじゃないですか。で、それで、ドイツからどんどん離れていくんです。それが理由の一つで、もう一つは、やっぱ私が日本に住んでた時は、ドラマや映画や音楽やいろんな文化、興味が結構あったので、映画も見たし、音楽も聴いたし、あと本とかも全然読んでたんですけど、で、それで練習したんですけど、ドイツはそんなにあんまりないんです。ちょっと見たいなっていうこういう TV ドラマとかあるんですけど、サブタイトルはないんです。英語の字幕をつけてドイツ語で聞きたいなって思うんですけど、それがなくって、ドイツ語で喋って字幕なしみたいな感じが多いので、やっぱ難しいなと思うんです。で、Amazon で結構いろいろ見れる、そういうのを登録してるんですけど、そこにドイツの映画とか、あと TV ショーとか結構あるんですよ。でも、全部ドイツ語で字幕もないし、だからもうドイツ語だけ聞いても全然わかんないと、勉強はできないなって思って、それで見てないんですけど、そこがちょっとでかいですね。他の国の文化とか言語を学びたいなって思ったら、映画とか音楽とかそういう文化から学べることが結構あるんじゃないですか。ドイツ人もみんなアメリカのテレビとか結構見るので、やっぱ難しいですね。で、皆さんはどうやってドイツ語を勉強したんですか？もしドイツに住んでる、他ドイツに住んでなくても、ドイツ語が全然できる方がこういう英語の映像を見たら、私にちょっとおすすめしてください。どうすればドイツ語の勉強が、うまくできるのかって。で、私は学校行くつもりだったんですけど、コロナのせいで学校とか全部閉めてて、で、今は学校とかも行けないんですね。それで、一人で勉強しないといけないなって思うんですけど、やっぱ難しいんですよ、それが。しかも私も30超えてるし、頭がそこまで回らないですね。今回は、ドイツ語に関していろいろ話したんですけど、これからももっともっといい映像を載せるために頑張ります。じゃあまた。